こんばんは、ゆめです。あなたはなぜ太陽が燃え尽きないのか疑問に思ったことはありませんか？太陽が絶妙な光と熱を送り続けてくれているおかげで、今この瞬間も私たちは生きていられます。地球が誕生してから46億年もの間、太陽は一度も休むことなく、生命を育む光と熱を与え続けてきました。しかし、そんな太陽が燃え尽きないのには、科学的に解明された興味深い仕組みがあるのです。今回は太陽が燃え尽きない理由についてお話ししていきたいと思います。ということでまずは、太陽という天体について紹介しますね。太陽は太陽系の中心に位置する恒星です。半径は地球の約109倍。質量は 33.3 万倍であり、とても巨大な天体です。そして太陽の表面温度は約6000度となっており、その中心部分はなんと約1500万度となっています。太陽は表面と中心部で温度がかなり違うんですね。そんな太陽は地球をはじめとした太陽系の天体に光と熱を与える重要な存在です。そのため地球では古くから自然崇拝の一つとして太陽を信仰している地域も多いそうです。まさに地球の生命の源とも言える太陽ですが、なぜ強い光と熱を発しているのかご存知ですか？それは太陽の内部で核融合反応が起こっているからです。太陽はほとんどが水素などの気体でできたガスの塊であり、水素が核融合反応を起こすことで膨大な熱と光を生み出しているのです。太陽の内部で何が起こっているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。核融合反応は水素の原子核が4つ融合することでヘリウムなどの原子核が作られることです。太陽の中心部は鉄の20倍とも言われる密度があり、そこでいくつもの水素の原子核が激しくぶつかり合うことで核融合反応を起こします。そしてその際に生まれたエネルギーが太陽を輝かせ、その熱と光がやがて地球にも届くんですね。これが太陽が輝く仕組みです。ちなみに太陽に限らず、自ら光を発する恒星は核融合反応によるエネルギーで輝いているんですよ。そのエネルギーがあまりに大きく、星そのものが燃えているように見えることから、太陽の状態について燃えているという表現がされることもよくありますね。しかし科学的に言うと、実は太陽は実際に燃えているわけではありません。燃えるということは、つまり燃焼するということです。燃焼は可燃物と酸素、点火源の3つの要素があることで成立する現象ですよね。物体が酸化反応を起こすことで大きな熱と光を発する。それが燃焼という現象なのです。しかし太陽には酸素がなく、核融合反応によってエネルギーを生み出しています。太陽中心部は非常に密度が高いため、爆発的なエネルギーを生み出すことができるのです。その様子がさながら燃えているように見えることから、太陽が燃えているという比喩的な表現も一般的になったんですね。では、核融合反応によってとても大きなエネルギーが生まれるのはなぜなのでしょうか。太陽はとても大きな恒星ですが、
水素やヘリウムなどはとても小さな存在ですよね。核融合反応によってエネルギーが生まれる理由は、ズバリ、核融合前と核融合後の原子の質量に差が生まれるからです。つまり、核融合反応を起こして軽くなった質量の分だけエネルギーが発生します。ここで、あれ？水素って一番軽い元素のはずでは？と思った方も多いのではないでしょうか。太陽内部で最も核融合反応が起こりやすいのは、重水素や三重水素と呼ばれる重い水素なのです。普通の水素と重水素の違いは、陽子と中性子の数です。まず普通の水素ですが、これは原子核に陽子が一つだけ存在する状態です。一方の重水素は原子核に陽子と中性子が一つずつ存在します。そして三重水素は原子核に陽子が一つと中性子が二つとなっているのです。その重水素や三重水素がぶつかって核融合反応を起こすことでヘリウムと中性子が生まれるということですね。重水素と三重水素よりもヘリウムと中性子の方が軽いので、軽くなった分がエネルギーに変換されるのです。わずかな質量でも多くのエネルギーを生み出すことは、アインシュタインが発見した公式でも明らかにされています。その公式がこちらです。この公式の M は質量、C は光の速さ、E はエネルギーですね。つまりエネルギーは質量と光の速さの2乗をかけた数値になるということです。C に当てはまるのは光の速さの定数である2億9979万2458。これは秒速約30万 km を指す数値ですね。このとんでもない数値がさらに2乗されることで、M に当てはまる質量がとても小さいものだったとしても、E がとても大きな数値となるのです。この式で物質が消滅するときに膨大なエネルギーが発生するということがよくわかりましたね。太陽内部では水素の原子が1秒間に 800km という速さで飛び回り、原子同士が衝突することで常に膨大なエネルギーが生まれ続けています。そのエネルギー量は水素1トンで石油2000万トンを燃やした時と同等のエネルギーを生み出すと言われているのです。太陽が生み出すエネルギーは私たちが想像しているよりもはるかに大きなものなんですね。そしてそんな太陽が燃え続けていられるのは、その質量とエネルギーのバランスの良さが鍵となります。先ほど太陽はほとんど気体でできた構成だということをお話ししましたね。太陽を構成する原子のうち 73% が水素とされています。太陽はほとんど水素でできている構成なのです。そんな太陽内部では核融合反応が起きて光と熱が発生するたびに毎秒400万から600万トン以上の質量が欠損していると言われています。太陽の表面で観測されるフレアやプロミネンスといった現象も核融合反応によるエネルギーの放出の結果起こる現象なんですよ。フレアは太陽の一部で起こった爆発による先行現象で、プロミネンスは太陽コロナに存在する新光色の高温な気体のことですね。つまり太陽は私たちの知らぬ間に常に身を削って輝いていたのです。太陽の質量が常に減り続けているなんてびっくりですよね。
では、太陽はこのまま核融合反応を続けたらなくなってしまうのではないでしょうか。太陽の水素が不足したら核融合反応はできなくなりますよね。そのような心配はないのでしょうか。結論から言うと、確かに太陽はいずれ水素を失うことになります。でも今はまだ大丈夫です。それはなぜかというと、太陽の内部全体で核融合反応が起きているわけではないからです。太陽は全体が赤く燃え上がっているように見えるため、常に太陽の全体で核融合反応が起こっていると思いがちですが、実はそうではありません。太陽はその質量のうちごくわずかな領域でエネルギーを作り出しています。膨大なエネルギーを常に生み出し続けていますが、それも太陽の中ではごく一部の出来事なんですね。そんな太陽の質量は先ほども紹介した通り、地球の 33.3 万倍もあります。つまりまだまだ水素はなくなりません。もし太陽がもっとエネルギーの生成率が高かったら、もっと早くに水素が失われることとなっていたでしょう。しかし、太陽の質量が十分に大きいため、長期間安定してエネルギーを生成することができているのです。とは言っても、具体的に太陽の質量がどのくらい欠損しているのか気になりますよね。太陽が巨大な恒星であるとはいえ、1秒あたり400万から600万トンもの質量が失われているというのは、私たち地球人からすると非常にスケールの大きな出来事のように感じられます。でも安心してください。太陽が1年で失う質量は全体の10兆分の1と言われています。たくさんの質量を失っていながらも、割合で考えたらとても少ないものだったんですね。私たちが生きているうちに太陽から輝きが失われる可能性はほとんどなさそうです。しかし一方で確実に太陽は水素の割合を減らしつつあり、逆にヘリウムの割合が増えていると考えられています。また、太陽が質量を損失する理由は核融合によるものだけではありません。実は太陽風によっても質量が失われているんです。太陽風というのは太陽から吹き出す電気を含んだ粒子のガスのことですね。つまりプラズマの流れのことです。この現象は太陽以外の恒星でもほとんどの星に見られ、恒星風と呼ばれています。また、太陽風は私たち地球人にも時々影響をもたらします。例えば、大規模な太陽風が発生した場合、人工衛星や無線通信などに障害が発生することがあるのは有名な話ですね。あと、寒い地域で見られる綺麗なオーロラも、実は太陽風によって作られるものなんですよ。そんな太陽風は主に電子や陽子で構成されていて、そのほとんどが水素イオンです。太陽風の 95% は水素イオンであり、他はヘリウムや他のイオンや電子で構成されています。時速約150万から300万というものすごいスピードで流れていると言われていて、これによって流出する質量は毎秒約150万トンとされています。この太陽風による質量損失と核融合による損失を合わせると、およそ600万トンの質量が失われているという計算になるのだそうです。太陽の質量からすると微々たる量であり、寿命を大きく変えるものではありませんが、
それでも太陽が様々な現象によって質量放出をしていることは事実です。太陽は年々わずかに質量をゆっくりと減らし続けているのです。では、太陽は今何歳で、あとどのくらい寿命があると考えられているのでしょうか。太陽の年齢は現在約47億歳と言われています。地球が約46億歳と推定されているので、太陽と地球はだいたい同じ時期に生まれたことになりますね。そして現在、太陽は主系列星と呼ばれる状態です。主系列星というのは星の進化の過程の一つです。今の太陽がどのような状態なのかを知るために、太陽の誕生から現在までを見ていきましょう。太陽の原型が生まれたとされるのは、今から約50億年前の出来事と言われています。宇宙空間にガスや塵が集まって円盤状になった渦が生まれたことが太陽誕生への第一歩です。そしてその中心に原始太陽と呼ばれる太陽の赤ちゃんが誕生しました。やがて渦の中心に密度が増して温度が上がると核融合反応が起こり、自ら光と熱を発する恒星となったのです。その後太陽は周りのガスを取り込みながらどんどん大きくなっていきました。こうして現在、太陽は自ら光と熱を生み出す主系列星と呼ばれる状態となったのです。つまり現在の太陽の状態は人間で例えると働き盛りの大人といった感じです。まさに現役バリバリの星なんですね。では、太陽は一体いつまで主系列星として存在し続けることができるのでしょうか。推測ではおよそ100億年にわたって主系列星として活動できると言われています。これからもかなり長い間、太陽は現在の状態を維持できると考えられているんですね。そして太陽が赤色巨星に変化し始めるのは今からだいたい50億から60億年後のことだと言われています。この頃になると太陽の内部で水素が使い果たされほとんどなくなると考えられているからです。太陽を構成する多くが水素と言われていますが、その水素がなくなったらどうなると思いますか？太陽の内部で水素がなくなったら、中心部にはヘリウムがたまります。そうなった場合、今度はヘリウムが核融合反応を起こし始めると言われているのです。すると、太陽は核融合反応によって大きく膨張すると言われています。これが星の外層が膨張して表面の温度が下がる赤色巨星と呼ばれる状態ですね。温度が下がることで赤く見えることから赤色巨星と呼ばれるのです。では、太陽が極限まで膨張したら今度はどうなるのでしょうか。極限まで膨張した太陽は核融合反応をしなくなると言われています。さらに膨張を続けたことで表面の重力が弱まり、周りの大気やガスを引き止める力もなくなります。このような状態になると、太陽の周りにある大気が宇宙空間に放出され、太陽の周りを漂うようになるのです。この状態を惑星状星雲と呼びます。こうして中心に残った太陽は自ら輝くことができない暗い星、白色矮星となるんですね。そして白色矮星と化した太陽は最後に爆発を起こし、
ガスと塵の姿に戻ると言われています。これが超新星爆発と呼ばれる現象です。宇宙空間に漂う星はガスと塵の状態から始まり、再びガスと塵に戻るということなんですね。こうして太陽は星としての一生を終えると言われていますが、あくまで予想なので本当にそうなるかはわかりません。もしかしたら何か違う最後を迎えることになるかもしれませんね。では、もし太陽が普通の星として一生を終えるとした場合、私たちが暮らす地球にはどんな影響があるのでしょうか。少なくとも太陽が赤色巨星に変わる50億から60億年後までは、人類も地球で暮らし続けることができそうですよね。しかし実は、地球は太陽が赤色巨星に変わるよりも前に生き物が住める環境ではなくなると言われています。一体なぜなのでしょうか。太陽の寿命はおよそ100億年とされていますが、その間に性質が変化していくからです。その影響で現在太陽は1億年に 1% ずつ明るさを増していると言われています。すると地球がどうなるか想像できますか？光が増すということは厚さが増すということです。つまり地球は太陽の光によってどんどん熱くなります。そして現在から約5億年後には地球は太陽からもたらされる強い光と熱によって海水が完全に蒸発してしまうと考えられているんです。現在からたった 5% ほど太陽の光が強くなっただけで海が干上がってしまうなんて恐ろしいですね。こうして地球は増していく太陽の熱によって熱せられていきます。さらに太陽が赤色巨星に変化し始める頃には膨張した太陽に地球が引き寄せられ飲み込まれてしまうと言われています。地球の最後は太陽の一部になって終わると予想されているんですね。さて、今回はなぜ太陽は燃え尽きないのかというお話でした。太陽は核融合反応によって輝き、質量が大きいために燃料を使い果たすことなく、光と熱を発し続けることができるんですね。しかしいずれは太陽も水素を失い、星としての最後を迎えることになると考えられます。地球はそれよりもずっと前に太陽の光の影響を受け、生命が住めない星と化すかもしれません。こうして考えると、今の地球を取り巻く環境は奇跡だと思いませんか？太陽の光があと少し強かったら、地球は生命あふれる緑の星になれなかったかもしれません。太陽から受けられる光の恩恵に感謝ですね。こんばんは、ゆめです。あなたは20年間土星を探索し続けた旅人、カッシーニをご存知ですか？この探査機は長年にわたって未知の惑星であった土星を探査し、私たち人類に様々な発見をもたらしました。そんなカッシーニの功績とその最後とは一体どんなものだったのでしょうか？今回は探査機カッシーニの奇跡を一緒に体験してみましょう。ではまず、カッシーニとはどんな探査機だったのかという点からお話ししますね。この探査機はアメリカ航空宇宙局 NASA と欧州宇宙機関 ESA によって開発された土星探査機です。土星とその衛星の探索を目的として作られました。大きさは高さ 6.8 メートル
幅約4メートルで原子力電池3基で動きます。その名前の由来はフランスの天文学者ジョバンニ・カッシーニです。彼は土星の輪にある隙間や土星の衛星をいくつか発見した人物であり、発見した輪の隙間の中で最も大きいものはカッシーニの間隙と呼ばれています。土星の研究で名を挙げた天文学者の名前はまさにこの探査機にぴったりですね。そんな探査機カッシーニの特徴は内部に小型探査機ホイヘンスを搭載していることです。ホイヘンスの名前もまたオランダの天文学者クリスティアーン・ホイヘンスから取られたものなんですよ。そんな2つの探査機が挑むのはカッシーニ・ホイヘンス計画です。これは土星をより詳しく探索するために打ち立てられたもので、欧米18カ国の科学者約260人が参画する非常に大規模なミッションとなっています。その目的は未知の惑星である土星の謎を解き明かすこと。これまで土星探索はボイジャー1号2号によるボイジャー計画でも行われてきました。ボイジャー計画では土星の輪や衛星の観測が行われ、様々な新事実が明るみになりましたが、それと同時に数々の謎も残しました。ボイジャー計画については他の動画で詳しく解説しているので、気になる方は見てみてくださいね。そのボイジャー計画によって残された謎を解明すべく、カッシーニ・ホイヘンス計画が立ち上がりました。カッシーニに与えられたミッションは、より多くの土星の姿を観測し、その姿を人類に届けることです。カッシーニとホイヘンスは土星で一体何を見つめ、私たちに何を与えてくれたのでしょうか。早速、カッシーニと一緒に土星に向かってみましょう。カッシーニが地球から飛び立ったのは1997年10月25日のことです。この日、アメリカ合衆国フロリダ州にあるケープカナベラル空軍基地からロケットによって打ち上げられました。これが約20年間にもわたる壮大な旅の始まりです。とはいえ、探査機はまっすぐに土星に向かうわけではありません。長い時間をかけて様々な工程を経ることで土星にたどり着くことができます。ということで、カッシーニはまず地球から金星へ向かいました。そして1998年4月26日に金星に接近し、1回目のスイングバイを行います。スイングバイというのは探査機が惑星の近くを通ることで移動速度を加速させることです。探査機は基本的に搭載された燃料を使って移動を行いますが、搭載できる燃料の量には限界がありますよね。そのため、搭載された燃料のみでは遠くにある惑星に行くことができません。そこで惑星の重力を利用することでより遠くに行くことができるのです。具体的には惑星の公転方向と同じ方向に軌道を変えることでその分移動を加速させることができます。こうしてスイングバイした2ヶ月後、カッシーニは再び金星に接近し2回目のスイングバイを行いました。さらに1999年8月18日には地球をスイングバイし木星の軌道を目指します。少しずつ土星に近づいてきましたね。カッシーニはこうして木星の軌道に乗り、2000年12月30日には木星をスイングバイし土星の軌道に向かいます。その際、カッシーニは木星の観測も行い、より鮮明な木星の姿を地球に届けました。特徴的な斑点の様子が綺麗に写された神秘的で美しい写真ですね。こうして木星の大きな重力によってスイングバイしたカッシーニは、とうとう2004年6月30日に土星の軌道に乗り始めます。約6年もの旅路を経て、
ようやく土星に接近することができましたね。ここからカッシーニは土星とその周辺の探索を行うことになります。まず発見したのは新たな衛星の存在です。2004年6月30日、カッシーニはメトネとパレネという2つの衛星を発見しました。その後、8月16日と10月21日にもそれぞれ2つずつ衛星を発見しています。カッシーニが見つけた衛星は全部で6つですね。この探査機が打ち上げられた当時に見つかっていた土星の衛星の数は18個でしたが、カッシーニによる観測と地上からの観測でその数は3倍となったそうです。カッシーニはたった数ヶ月でまだ人間が知らなかった土星の姿をたくさん見せてくれましたね。今後の活躍にも大きく期待できそうです。その後カッシーニが行ったことは小型探査機ホイヘンスの放出です。2004年12月24日、土星の衛星タイタンにホイヘンス探査機が放出されました。放出されたホイヘンスはパラシュートでタイタンへと向かいます。そして2005年1月14日に到着しました。これでホイヘンスは当時の人類史上最も遠い場所に着陸した探査機となりました。なぜホイヘンスがタイタンに放出されたのかというと、それには深い理由が存在します。タイタンは土星系最大の衛星ですが、分厚い大気に覆われているため、当時はその実態がほとんどつかめていない未知の衛星でした。ボイジャー計画でもタイタンの観測は行われましたが、当時の調査では分厚い雲に覆われたタイタンの詳細を知ることができなかったのです。今回はそのリベンジとしてホイヘンスがタイタンに送り込まれたんですね。ホイヘンスはタイタンのどんな姿を見せてくれたのでしょうか。ホイヘンスは雲を通して内部を見ることができるレーダーを搭載していたため、より詳しく観測することができました。まず発見されたのは液体の存在です。2009年7月8日、ホイヘンスはタイタンでなんと液体を発見しました。液体といってもその成分は水ではなくメタンと呼ばれる物質です。この発見によりタイタンではメタンの雨が降ることや嵐が発生することも確認されました。これは地球以外の太陽系の惑星では初めてのことです。地球以外でも雨が降る惑星が存在するとは驚きですよね。さらにホイヘンスはタイタンに陸地や海、川、湖といった地形があることも発見しました。こちらの画像にはタイタンの地表にあるいくつかの水路が映されているようです。川や湖が存在することもまた太陽系の惑星ではこれまで地球以外に見られなかったことでした。海や川といった地形が存在し、その地表には雨が降る。タイタンってなんだか地球に似ていますよね。さらにタイタンは他の衛星にはない濃い大気も持っていますし、今回の探索で季節変化があることも判明しています。そのためタイタンにも生物が存在する可能性があるのではないかと推測されるようになりました。とはいえ、タイタンは太陽からはるかに離れた天体です。そのため、その環境はマイナス180度の極寒の世界となっています。地球上に暮らすような生物が生きているとはとても思えませんよね。そのため、タイタンには地球と同じような生物がいるとは考えづらく、水を必要としないなど、地球の生物とは異なった特徴を持つ生物がいるのではないかと考えられています。その可能性に気づかせてくれたのもカッシーニ及びホイヘンスの功績ですね。こうしてホイヘンスは着陸から3時間40分の間、タイタンを見つめ続け、カッシーニ経由で地球に貴重なデータの数々を届けてくれました。
では次に、カッシーニによる探索についてもう少し詳しく見ていきましょう。カッシーニは土星周辺で衛星をたくさん見つけただけでなく、他にも様々な発見をしました。その多くが土星の輪の詳細な観測と撮影によるものです。まずカッシーニは土星の輪にうねりがあることを発見しました。実は土星の輪は平坦な形をしているのではなく、山脈のようなうねりがあるんです。また、輪は主に氷でできていますが、外側の輪はより多くの氷を含んでおり、高密度であることが判明しました。さらに、輪の中に数キロメートルほどの微衛星が回っていることも発見されました。このようにカッシーニは土星の輪に関する様々な観測から多くの発見をもたらしました。これらの発見はいずれも輪の起源や発達経過が解明する鍵となるかもしれません。他にもカッシーニは土星の北極点に六角形の渦が存在することを再発見しました。北極点を中心にとても綺麗な六角形が浮かび上がっていますね。これは一体何なのでしょうか。この渦は土星で巻き起こった嵐によって形成された雲の模様です。一辺が 14,500km もある巨大な六角形であり、土星では地球の直径よりも大きな嵐が起こっていることが判明したのです。この六角形はボイジャー計画で初めて発見され、カッシーニ・ホイヘンス計画でも観測することができました。そして2015年10月28日、カッシーニは土星の衛星であるエンケラドスの近くを通り過ぎるフライバイに成功しました。カッシーニがエンケラドスに接近した目的は、この天体の南極あたりから吹き出すプルームのサンプルを採取することです。プルームというのはこの衛星にある巨大な間欠泉のことで、そこから吹き出す水柱のサンプルを採取することがカッシーニのミッションの一つでした。この水蒸気のジェットは時に高さ 500km にも達する非常に巨大なものであり、氷で覆われたエンケラドスの地表面の下にある広大な海から吹き出しています。これまでにもサンプルの採取は行われてきましたが、カッシーニはよりエンケラドスに接近して採取を行いました。その成分を調べたところ、それは塩水だったことが判明しました。さらに水素が含まれていることも分かったのです。これはエンケラドスの海底に熱水噴出口があることを示唆します。そしてこの結果から研究者の中には、エンケラドスには生命が存在するのではないかと推測する人もいるのです。地球では深海の熱水噴出口付近で最初の生命、ごく小さな微生物が誕生したのではないかと考えられています。つまり、エンケラドスの地下でも同じように生命が存在する可能性があるかもしれないということになるんですね。また、プルームに含まれている氷の粒子が土星の輪を形作る要素にもなっていることが判明しました。こうして土星とその衛星に関する様々な情報を地球に届けてくれたカッシーニ。しかしその度にも、いよいよ終わりが訪れようとしていました。時は2017年、20年にわたって宇宙を探索してきたカッシーニは、もう燃料がほとんど残っていませんでした。つまり探査機としての役目を終える時が近づいていたのです。そこでカッシーニは最後のミッションに挑戦することになりました。その最終ミッションの名はグランドフィナーレ。カッシーニに課せられた最後の課題は土星とその輪の間を通過することでした。土星と輪の間の領域は未知の領域であり、成功すれば土星に関して多くのデータが得られます。しかし、土星にこんなにも接近するというのは史上初の試みであり、
非常に危険なことでもありました。なぜなら土星に間近まで近づくことで機体が壊れてしまうかもしれないからです。土星と輪の間に大量の塵などが存在していた場合、カッシーニが故障することが危ぶまれました。そうなった場合、カッシーニがコントロールを失い、周りの衛星に落下してしまう可能性も考えられます。生命が存在するかもしれないと考えられるタイタンやエンケラドスに墜落することはどうしても避けたいことでした。そのため、カッシーニに課せられた最後の試練は、土星と輪の間をくぐり抜け、土星大気に突入し、自己消滅することでした。これは土星やその衛星に地球由来の物質を持ち込んで、表面を汚染しないようにするための計画です。こうしてカッシーニは2015年4月26日に土星とその輪の間に飛び込んでいきました。そして無事故障することなく、22回も土星と輪の間をくぐり抜けてみせたのです。その結果、土星の大気と輪の間にある約 2400km の空間には塵などがほとんど存在せず、何もない空間が広がっていることが分かりました。こうして重大ミッションを終えたカッシーニは、いよいよ土星の大気圏突入に向かいます。2017年9月14日、カッシーニは最後の画像を撮影しました。そして最後の燃料を使って地球にアンテナを向け、収集した膨大なデータをすべて地球に送信し始めます。その1日後である9月15日、カッシーニは土星の大気圏に突入しました。時速12万 km という猛スピードで大気に突入しながらもなお、土星を観測し続け、そのデータを地球に送り続けます。そして2017年9月15日、日本時間19時31分、カッシーニとの通信が途切れました。これを受けて NASA は太陽系探査における画期的な活動の幕が下りたと宣言しました。その別れを多くの人が惜しみ、多くの科学者がカッシーニにありがとうと感謝の言葉を寄せたといいます。20年間に及ぶ長期ミッションでカッシーニが撮影した画像の数は約45万3000枚以上。収集したデータの総量は約 635GB。カッシーニは私たち人類がまだ知らなかった土星の姿をたくさん見せてくれたんですね。さて、今回は土星を見つめ続けた旅人カッシーニのお話でした。カッシーニ及びホイヘンスのおかげで土星について多くの新事実が分かったんですね。しかしまだ土星については謎がたくさん残されていますし、カッシーニの観測によって新たな謎も生まれました。例えば、衛星タイタンやエンケラドスに生命が存在する可能性がその代表格ですよね。これらの衛星は地球に比べたら非常に過酷な環境であることは間違いありませんが、地球以外で初めて生物が確認される場所となるかもしれないのです。そんなカッシーニやホイヘンスが残した謎に対して今も数多くの研究が行われています。さらに2026年にはドローン型探査機を使ってタイタンの調査をするドラゴンフライ計画というミッションも計画されているようです。今後も土星やその衛星に関する新事実が判明するかもしれないと思うとワクワクしますね。こんばんは、ゆめです。夜空を見上げると無数の星々が瞬いています。でもその星たちはみんな均等に並んでいるわけではありません。実はぽっかりと穴が開いたような何もない空白が存在するんです。空白の名前はボイド。このボイドには普段私たちが目にしている宇宙の世界とは一味違う不思議でロマンあふれる物語が秘められているんですよ。
もしかしたらこの空白に私たちの想像を超えるような宇宙の謎や新たな発見が眠っているかもしれません。夜空の彼方に広がる未知なる空白への冒険を通して宇宙の神秘と壮大さに触れる旅に出かけてみませんか？今日はそんなボイドに隠されている秘密に迫ってみましょう。夜空の先に広がる未知の空白についてお話ししていきます。宇宙と聞くとまず思い浮かぶのは太陽や月、そして数えきれないほどの星が散らばったイメージが思い浮かびますよね。だって夜空を見上げれば無数の星々がまるで宝石のようにきらめいているのを目にするのですから。ですがこの広大な宇宙の中にはまるでぽっかりと穴が開いたかのように何もないように見える場所が存在するのって知っていますか？宇宙に何もないって一体どういうことなのでしょう？何もないのにどうやって見つけられたのかも不思議ですよね。まずは発見の歴史からお話ししていきます。一番最初に宇宙の空白が発見されたのは1978年のことでした。この年、2つの論文が発表され、その中で髪の毛座超銀河団や他の9つの銀河団の分布を調べることで、銀河がほとんど存在しない空間があると言及されたのです。これが宇宙の空白が初めて観測された記録なんですよ。でも、この時点ではボイドという名前はまだついていませんでした。その後、アメリカの天文学者であるロバート・カーシュナーらによって牛飼い座の方向にボイドの存在が確認されたんです。彼らは最初から宇宙の空白を探していたわけではないんですよ。牛飼い座の近くで銀河がどれくらい遠くにあるかの探査を行っていたとき、銀河が全くない空白の領域を偶然見つけ出したんです。つまり、天文学者は1978年で初めて何か空白っぽいものがあるかもと気づいた後、宇宙を詳しく観測していったことで、牛飼い座の方向にボイドがあると確信したのです。これがボイド発見のストーリーです。その後、観測する領域を増やして広い範囲を密に覆う探査を行って1987年にボイドの存在が確認されました。ここで発見されたボイドの直径はなんと数億光年にも達していたことも判明しているんですよ。その後も銀河サーベイプロジェクトが進んだことで他のボイドも発見されていき、ボイドは宇宙では珍しくない存在ということが分かってきたんです。私たちが見上げる星々は宇宙空間できれいに整列しているわけではありませんよね。多かれ少なかれある程度の偏りを持っています。とはいえ数億光年というとても広い範囲で銀河が全然観測されないなんてことはさすがの天文学者の人たちも想像していませんでした。しかもその空白が珍しくないなんて驚きです。こうして発見された宇宙の空白空間はいつしかボイドと呼ばれるようになりました。このボイドという言葉はそのまま空、空虚を意味しています。当時の研究者からすると想定外の存在だったこのボイド。発見されてからは観測や理論研究により様々なことが分かり始めてきているんですよ。例えばボイド内の物質の密度については宇宙全体の密度に比べて非常に低い傾向にあることが分かっています。他にも形が不均一なことや直径が数千万光年から1億光年を超えるものまで存在すること、さらにスーパーボイドと呼ばれる10億光年以上のスケールを持つ
特に大きなボイドが存在することもわかっているんです。とにかく想像以上に大きくて何もないということですね。このようにボイドの発見は偶然の出会いのように始まったものの、その後の広範囲にわたる観測と解析によって想像以上の広大さと重要性を持つ空間であることが明らかになりました。さて、一見ただの空白に見えるこのボイドですが、実はこの何もない空間という事実が宇宙全体の構造そのものを浮かび上がらせるんですよ。ボイドは宇宙の大規模構造と呼ばれる、いわゆる宇宙全体の形を作る一員なんです。宇宙の大規模構造とは、宇宙全体にわたって銀河が集まり形成している網目状の巨大な分布のこと。銀河同士は重力でつながり合ってフィラメントと呼ばれる鎖状の構造を作り上げています。フィラメントのように銀河がぎゅっと集まる領域があれば、もちろん銀河が少ない領域も出てきますよね。ボイドはこのフィラメントの間にある空白なのです。こうして見ると、銀河の集団が作り上げるフィラメントと一緒に、宇宙を巨大なクモの巣のように宇宙を形作っていることがわかりますね。つまり、お互いに切っても切り離せない関係にあるということ。このフィラメントとボイドのバランスが宇宙全体の進化や物質の広がりに大きな影響を与えているんです。このようなボイドとフィラメントが織りなす複雑なネットワークは、泡立てた石鹸の泡がくっつき合っている様子に似ていることから、宇宙の泡構造とも呼ばれます。まるで無数の泡がつながったように、ボイドが空間を埋め、その境界をフィラメントが形成しているのです。この泡構造は宇宙の中で銀河や物質がどのように分布しているかを示すだけではありません。さらに深い意味でダークマターやダークエネルギーの役割についても手がかりも与えてくれます。ダークマターとは目には見えないけど、確かにそこにあると思われている不思議な物質のことです。銀河や星を引き寄せて宇宙の構造を形作るために必要な存在なんですよ。でもその正体はまだ解明されていません。そしてダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させる謎のエネルギーです。全宇宙の 68.3% も占めていると考えられていますが、このエネルギーもまた正体が何なのか分かっていません。一体どうして謎に包まれたダークマターやダークエネルギーが宇宙の大規模構造に関わってくるのでしょうか。実は宇宙の誕生時に存在した微小な揺らぎが、その後の時間経過とともに大規模構造に成長していったと考えられているんです。揺らぎといっても少しイメージがつきにくいかもしれませんね。例えば広い湖の水面がほとんど完全に静かで平らだったとします。少しだけ波紋が広がっている部分がある。これが揺らぎです。宇宙の初期状態でも全体では均一で静かなエネルギーが広がっている中に、ところどころほんの少しだけ密度が高い部分と低い部分があります。これらの微小な揺らぎがやがて重力によって物質を引き寄せる種となるんです。ただ、この揺らぎが作り出す種だけでは大規模構造は作られません。冷たいダークマターの存在が大規模構造の形成に大きな働きをしたと考えられています。要するにダークマターは直接観測できないものの、その重力によってフィラメントや銀河団の形成に大きな影響を与えているということです。また、ダークエネルギーは宇宙全体の加速膨張を引き起こすと考えられていて、特に物質が希薄なボイドの領域では顕著にその影響が現れています。
つまり、ボイドの広がり方やフィラメントの密度、それぞれの配置の仕方を詳しく調べることで、これらの見えない要素が宇宙の構造や進化にどのように影響しているのか、明らかにできる可能性があるのです。このように、ボイドとフィラメントのバランスや配置は、単に目に見える銀河の分布を示すだけではありません。宇宙の大部分を占めるダークマターやダークエネルギーの性質やその働きについても教えてくれるかもしれないのです。では、これらのボイドはどのようにして作られるのでしょうか。ボイドの歴史は宇宙が生まれてすぐのタイミングから始まります。宇宙の始まりは皆さんもご存知のビッグバンです。ビッグバンとは今から約138億年前、超高温で超高密度の状態から宇宙が急激に膨張をし始め、現在の銀河や星々などの構造が誕生したとされる宇宙の誕生を語る大規模な現象のことです。このビッグバンによって現在の銀河や星々といった大規模な構造が誕生する土台が築かれたんです。この過程で宇宙の初期にはわずかに密度の揺らぎが存在していました。揺らぎによって密度が少し高くなった部分にはより多くの物質が集まります。これが銀河や星が形成される要因となる一方で、密度が低い部分は物質が集まらず空白が出来上がります。この空白の空間こそがボイドです。ボイドが作られていく過程では重力が大きな役割を果たしているんですよ。物質が多くて密度が高くなっている領域では重力によってさらに物質が集まっていきます。一方、物質が少なく密度が低いところでは周囲へと移動しやすくなるので、ボイドは作られてからもどんどん希薄になっていきます。例えば、都会のように栄えている場所ではどんどん人や建物が増えますが、その一方で田舎ではより人口が減っていき、少し寂しい感じになりますよね。宇宙の物質もこれと似た振る舞いをしていると言えます。物質が集まるところはますます密集し、少ないところはどんどんスカスカになっていくということです。このようにして密度の高い領域と低い領域が次第に際立って分かれ、最終的に密度の高いところは銀河団や銀河フィラメントへと成長し、密度の低いところはボイドとして残ることになるんです。こうしてボイドとフィラメントがそれぞれ作られ成長していくことで、宇宙全体を大規模構造として見ることができるんですよ。最近の観測やコンピュータシミュレーションの研究によって、この仕組みが少しずつ明らかになってきています。さて、形が不規則で一見何もないように見えるボイドですが、果たして本当に物質が全く存在しない完全な空白なのでしょうか。実際のところ、銀河系を含む大部分の銀河は銀河群や銀河団、そして超銀河団などと呼ばれる銀河の集団の一員です。これらの集団は銀河フィラメントと呼ばれる巨大な紐のような細長い構造を形成して宇宙の大規模構造を作り上げています。こう聞くと、銀河はこのフィラメント内のみに存在するかのように思えてしまいますが、実はそうじゃないんです。なんとボイドの中にもボイド銀河と呼ばれる孤独で目立たない銀河が存在しているんですよ。ただし、ボイド銀河は非常に少なく存在するのは稀です。こちらは MCG+01、02、015という実際に観測されたボイド銀河の画像です。魚座、クジラ座ボイドというボイドの中のさらにお隣にある0049+05ボイドの中に
ポツンと存在している渦巻き銀河なんですよ。この銀河の周りには全方向に約1億光年にわたって他の銀河が存在しないことが分かっています。今のところこのようなボイド銀河は数十個ほどしか発見されていません。ボイド内部は非常に希薄で空っぽに見えるものの、空白の空間に銀河が存在するという事実はちょっと不思議に思えるかもしれませんね。なぜボイドの中にも銀河が存在するんでしょうか。その理由はボイド内部にも極めて希薄なガスやダークマターが存在しているからです。ごくわずかでも密度が高い部分があれば、その場所で重力の働きによってダークマターとガスがより集まり、星や銀河が形成されるきっかけとなるんです。こうしたプロセスによりボイド銀河が生まれていると考えられているんですよ。またボイド銀河は一般的な銀河と比較して質量が小さいです。小さくて孤独なので銀河の中で星が作られるのも少ないんじゃないかなと想像するかもしれません。実は一般的な銀河よりも活発に星が作られるボイド銀河も存在すると考えられているんですよ。これはボイド銀河同士の距離がかけ離れているためなんです。つまり星の材料になるガスの奪い合いが起こりにくいからです。それぞれのボイド銀河に含まれるガスを少しずつ、そして効率よく星の形成に利用していると考えられています。これはボイド内部の希薄な環境が星を作る過程に大きな影響を及ぼしているためと考えられています。このようにボイド銀河は近隣に他の銀河がほとんど存在しないため、他の銀河からの物質と混ざり合うことがあまりありません。純粋な銀河間物質から作られ成長していった可能性があります。言い換えれば銀河進化の非常に純粋な例として注目される存在なのです。また、銀河フィラメント内に存在する多くの銀河は、銀河群や銀河団といった集団を形成しているとお話をしました。なんと、ボイド銀河もまた完全に孤立しているわけではなく、銀河間ガスからなるボイドフィラメントと呼ばれる細い構造でつながっている場合があります。結果として銀河群を形成していることもあるんですよ。ただし、これらの銀河群はフィラメント内に集まる銀河群と比べると規模的にはとても規模が小さいものとなっているのです。そもそもの銀河の数も限られている上に銀河同士の距離が非常に離れているからですね。さらに近隣に大きな銀河が存在しない環境では星が形成される歴史も比較的シンプルです。そしてボイドとフィラメントの境界領域では銀河がフィラメントに沿って動くコズミックフローというものが観測されています。ボイドの境界にあるフィラメントに沿って銀河が一方方向に集まる流れが見られているんですよ。これはフィラメントの重力によって周囲の銀河やガスなどを引き寄せる力が働くからです。とっても躍動的な動きなんですよ。こうした現象はボイドがただ静かで穏やかな空間ではなく、宇宙の進化過程に深く関与し、絶えず変化し続ける領域であることを物語っています。また、この銀河の流れは数値シミュレーションで再現されているんです。実際の観測データと理論モデルがほぼ一致していることから、その信頼性は極めて高いとされているのです。このようにボイドの内部構造は何もない空白ではなく、微量ながら残されたダークマターや希薄なガスが集まって小さな銀河が生まれる場所になっているんです。ボイド銀河は周囲の影響を受けにくい環境下でゆっくりと進化していくため、宇宙初期の条件が今もなお色濃く反映されていると考えられているのです。ボイドはまるで
静かで落ち着いた広大な空間のように見えていましたが、実際のところその姿は時の流れとともに劇的に変化しているということです。さらに絶えず成長しているように感じられますね。まだまだ不思議なことが多いボイドですが、ボイドの進化については様々な視点から検討が進められているんですよ。進化についても詳しくお話ししますね。まず一つの仮説として、隣り合うボイド同士が互いに接近すると、その境界部分が次第に崩れ、結果的により大きなボイドへと融合していくという現象が起こると考えられているんです。いわゆるボイドの合体です。この合体の現象は宇宙全体の膨張が影響を及ぼしていると考えられるんですよ。例えばフィラメントのような高密度領域は非常に強い重力を持っています。そのため宇宙の膨張の影響を受けてもあまり引き裂かれることはなく、まとまった状態を維持するのです。一方で低密度なボイドは重力が弱いので宇宙の膨張の影響を強く受けます。すると内部の物質が周囲へと流れ出し、さらにスカスカになっていくんです。こうした状況で隣り合うボイド同士の距離が近い場合には、その境界に存在するフィラメントが時間の経過とともに脆くなります。そして最終的には崩れてしまう。その結果、ボイド同士は合体し、一続きの巨大なボイドを形成するというシナリオです。宇宙の大規模構造は泡立てた石鹸の泡のようなものでしたよね。ボイドの合体はその泡の薄い膜が壊れて一つの大きな泡になるようなものです。このような小さな構造同士が合体して大きな構造を作り上げていく過程は階層的構造形成と呼ばれます。宇宙論のシミュレーションでも実際に詳細な研究が進められているんですよ。宇宙全体の大規模構造がどのように発展していくのかを解明する上でとても重要な手がかりとなっているんです。またボイドとフィラメントの境界領域にはボイドの進化過程を解明するためのさらなるヒントが隠されている可能性があるんですよ。フィラメントとの境界は銀河群や銀河団といった物質がたくさん集まっているエリアと接しています。この領域では重力による影響が特に強く働いているんです。そのためガス、ダークマター、そして銀河などの物質や天体が集まりやすく、結果的にフィラメント構造がさらに成長するという銀河の集積現象がはっきりと現れるのです。一方、ボイド内部は物質がなかなか集まらない環境であるため、時間の経過とともにどんどん薄くなっていくと考えられます。密度の高い領域へ物質が次々と吸い寄せられることにより、ボイド内部の物質はどんどん抜け出していってしまいます。空白な部分が広がることで、あたかもボイド自体が膨張しているかのように見えてくるのです。このように密度の違いが際立つ境界領域や内部の変化を探ることで、ボイドがどのように作られて成長するのか、また周囲とどのように影響し合っているのかという疑問を解決するための手がかりをつかむことができるかもしれません。さらにこの現象は宇宙全体のダイナミクスや物質の広がり方を解明するための非常に有力な研究対象ともなっているんですよ。このボイドの進化をさらに理解するためにスーパーコンピューターを用いたシミュレーションも積極的に行われています。例えばミレニアムシミュレーションといった大規模なプロジェクトでは、初期宇宙から現在に至るまでの物質の広がりが精密に再現されているんです。これはイギリスやドイツの研究機関を中心とした国際共同研究グループが主導しているプロジェクトです。ドイツの
マックス・プランク天体物理学研究所など複数の研究機関のスーパーコンピューターを用いて実施されたプロジェクトなんですよ。ボイドがどのように成長・発展していくかが詳細に解析されています。これらのシミュレーションでは、時間の経過とともに大規模構造がどのように形成されるのかを追跡することができるんです。しかも、このシミュレーションで得られた結果の多くが実際の観測データとほぼ一致しているため、ボイド形成のメカニズムを理論的に裏付ける非常に強力な証拠となっています。さらに興味深いのは、ウシカイ・ザ・ボイドというボイド内に存在するボイド銀河の様子です。これらのボイド銀河はまるでボイド全体を貫くチューブ状の構造を形成しているように観測されます。この構造はかつて複数の小さなボイドが合体する過程で銀河フィラメントとして集まっていた領域の名残である可能性が非常に高いと考えられているんです。つまり現在観測されるボイド銀河はもともとはフィラメント内に存在していたものであり、ボイドの合体プロセスによってそのフィラメントから取り残されてしまった結果、ボイド内部に残存する形となった可能性があります。もしこの仮説が正しければ、ボイドの進化過程や大規模構造の形成メカニズムを理解する上で非常に有力なヒントとなるでしょうね。このように様々な観点からボイドの進化を検証する研究は今後の観測やシミュレーションによってさらに詳細に進められることが期待されています。宇宙の形成と進化の全体像を解明するための重要な鍵となり、今後も新たな発見へとつながっていく。そんな想像も膨らんじゃいますね。さて、目に見えないながらも時間をかけて成長し続けるボイドは実際にはどのような姿をしているのでしょうか。私たちが普段目にする華やかな宇宙に広がっている空白。その空白をじっくり覗いてみると、想像をはるかに超えるスケールと複雑な構造が隠されているのです。それでは、4つの代表的なボイドについて、その特徴や発見の経緯などをご紹介しますね。まず1つ目は、ウシカイ・ザ・ボイドです。ボイド合体の痕跡も発見されていましたね。ウシカイ・ザ・ボイドは1981年、アメリカの天文学者ロバート・カーシュナーらによってウシカイ座の方向で初めて発見されました。直径はなんと約3億3000万光年と見られていて、地球からボイドの中心までの距離は約7億光年と推定されています。内部で確認されているボイド銀河は現時点で約60個しか確認されていません。ウシカイ・ザ・ボイドくらいの規模の領域であれば通常約2000個の銀河が存在します。この数字と比較するとボイドの内部が極めて低い密度であることがわかりますよね。こうした壮大なスケールとそこに薄く漂うかのような銀河の希薄さから研究者たちはこのボイドをザ・グレート・ナッシングや大いなる無と呼び、宇宙の空白を象徴する存在として位置づけています。さらにウシカイ・ザ・ボイドは宇宙の大規模構造がどのように進化してきたのか、物質の分布のダイナミクスを理解するための重要な研究対象となっています。今後の詳細な観測やシミュレーションによってその成長過程がさらに解明されることが期待されているんですよ。2つ目はジャイアントボイドです。ジャイアントボイドは猟犬座に位置する広大なボイドで、名前からしてすごく大きそうですね。その名が示す通り、屈指の巨大さを誇っています。直径は約10億光年までにも達すると推定されているんですよ。しかもジャイアントボイドはウシカイ・ザ・ボイドの近くにあるんですが、あまりにも巨大でしかも遠すぎるために、その正確なサイズや形を完全に把握するのはまだまだ難しいんです。
さらにその中心は地球から約15億光年も離れています。遠いように感じますが、宇宙の年齢を考えるとまだまだご近所かもしれませんね。1988年に発見されたこの領域は北銀河半球で最大のボイドとして知られています。しかもボイドって何もないように思えますが、このジャイアントボイドの中には17個もの銀河団が存在していることが分かっているんです。これらの銀河団はボイドの中心から半径5億光年から6億光年の球の中に分布しています。直径約10億光年の球の中に17個しか銀河団がないなんて、かなりスカスカなことが読み取れますね。しかもこれらの銀河団間では相互作用がほとんど観測されていません。つまり全体的に非常に低い密度が保たれているということです。現在、天文学者たちは高精度な観測データや最新のシミュレーション技術を駆使して、このボイドの詳細な構造とその進化のメカニズムを解明しようと努力しているところです。今後の研究でさらに驚くような発見があるかもしれませんね。続いて3つ目はローカルボイドです。このボイド、なんと私たちの銀河系のすぐ隣にあるんです。ボイドって遠いものばかりかと思っていたのに、こんな近くにもあるんですね。これはハワイ大学天文学研究所のブレント・タリー氏によって発見されました。ローカルボイドの直径は約1億5000光年から2億光年と推定されているものの、正確な広がりや形状は未だはっきりしていません。ちなみに地球からローカルボイドの中心までは最低でも約7500万光年の距離があるとされています。こう聞くと遠く感じますが、宇宙スケールで考えると他のボイドに比べてかなり近いことがわかりますね。では近い距離にあることで何か銀河系に影響は出ているんでしょうか。私たちの銀河系は局所銀河群と呼ばれる集団に属しています。その局所銀河群はさらにローカルシートと呼ばれる平らに広がった銀河の集合体の一部を作り上げています。ローカルシートはローカルボイドの縁に沿って配置されていることが確認されていて、その存在は私たちの宇宙環境に直接影響を及ぼしているんですよ。このローカルボイドは私たちにとって非常に身近な宇宙構造の一つと言えます。その内部の詳細な構造や境界については今後のさらなる観測結果が求められているところです。複数の研究チームが現在進行形で調査を続けており、将来的に新たな発見がもたらされる可能性が非常に高い状況なんです。そして4つ目、KBC ボイド、別名ローカルホールです。KBC ボイドはキーナン、バーガー、カーウィーという3人の研究者たちによって提唱された領域なんですよ。観測データからその存在が囁かれていますが、彼らの研究によると、私たちの近くの宇宙において平均的な物質の密度よりも約30から 50% も低い大規模な空間が存在するとのことです。この領域を KBC ボイドまたはローカルホールと呼んでいます。近くにあるボイドといえばローカルボイドをご紹介しましたが、 KBC ボイドはローカルボイドよりもはるかに広いスケールで存在していると考えられています。その直径は約20億光年に及ぶとされているんです。気が遠くなるほどのスケールですよね。この KBC ボイドもまた完全な空っぽではありません。なんと私たちの銀河系やその銀河系が所属している局所銀河群を含んでいると想定されているんです。もしも本当に KBC ボイドの中に銀河系が含まれているとしたら、
銀河系はフィラメント内にある銀河ではなく、ボイド銀河だったということになっちゃいます。まさか銀河系がボイド銀河かもしれないなんて考えもしていませんでした。現在、KBC ボイドの存在や正確な範囲、形状については複数の観測データや解析手法を用いた研究が進められています。今後の観測技術の向上と解析方法の進展により、より詳しい情報が明らかにされることが期待できそうですね。さて、最後の5つ目は W マップコールドスポットです。実はこれもまだ仮説の段階のボイドなんですよ。存在が囁かれ始めたきっかけは宇宙マイクロ波背景放射の観測をしていた時でした。他の領域と比べて異常に冷たく、しかも広大な領域があることが分かったんです。これにより、ここに巨大なボイドがあるのではと予想されました。宇宙マイクロ波背景放射とは、ビッグバン直後の高温な状態から冷却されて生まれた電磁波のことです。宇宙の始まりの痕跡とされています。宇宙の全方向からほぼ均一に届くこの放射は、私たちに宇宙初期の状況を伝えてくれる重要な情報源となっている存在です。言い換えれば、宇宙マイクロ波背景放射は宇宙の始まりの痕跡として、私たちが初期宇宙の状態を知るためのタイムカプセルのようなものなんですね。実はこの放射、宇宙のどのエリアでもほぼ同じような温度で観測されるものなんですが、ほんの少しだけ微妙な温度の違いが存在するんです。その中でも特に温度の低い領域があり、この冷たい場所をコールドスポットと呼んでいます。コールドスポットを初めて発見したのは NASA の W マッププロジェクトという探査プロジェクトです。宇宙マイクロ波背景放射の観測データの解析で発見されました。その後、ESA のプランク衛星による2013年の観測でもその存在が確認されています。冷たい領域が存在する理由はわからないけど、どうやら存在することは確からしいのです。では、宇宙マイクロ波背景放射のコールドスポットはボイドとどんな関係があるんでしょうか。実は現在スタンダードになっている宇宙モデルにおいては、これほど冷たくて大きな領域が現れるのは非常に稀な現象なんですよ。何か特別な理由が隠されているはず。この現象の原因の一つとして、超巨大なボイドが関与している可能性が浮上しているんです。宇宙マイクロ波背景放射が私たちに届くまでの間には、光は銀河や銀河団、ボイドなどの様々な宇宙構造を通過します。その際、重力や宇宙膨張の影響を受けることになるんです。この影響を受けた結果は、微妙な温度の揺らぎとして確認できます。冷たいコールドスポットや暖かいホットスポットとして現れてくるんです。特に光が超巨大なボイドを通過するときには、エネルギーの変動により温度が低下する現象が生じることが分かっています。このメカニズムにのっとり、W マップコールドスポットの原因として、巨大なボイドが原因という仮説が立ったんです。この仮説上の超巨大ボイドはエリダヌス座の近くにあるため、エリダヌス座スーパーボイドとも呼ばれていて、直径は約5億光年にも及ぶと予測されています。今後のさらなる観測と理論研究により、このコールドスポットが本当にこの超巨大ボイドによるものなのか、あるいは他の何かが作用しているのか。この謎が解明されれば、宇宙の構造やダークエネルギーの性質といった重要な謎に迫る大きな手がかりとなることでしょう。このように代表的なボイドはそれぞれ独自の特徴と進化の歴史を持っており、宇宙の大規模構造の理解においてとっても重要な役割を果たしています。これらのボイドは単なる空白ではなく、
実は宇宙の形成と進化の過程において複雑かつエネルギッシュな現象が働いていることを見せてくれる貴重な実例です。最新の観測技術やスーパーコンピューターを用いたシミュレーションの進展により、今後もさらなる新発見が続くかもしれませんね。宇宙論の研究分野において、ますます注目される分野になるんじゃないでしょうか。さて、皆さんもご存知の通り、宇宙は広大で壮大なスケールを誇ります。先ほどご紹介したボイド以外にも、まだまだ発見されていないボイドが宇宙のあちこちに潜んでいる可能性は十分に考えられると思いませんか？ボイドは宇宙の空白とも呼ばれる領域ですから、普通の望遠鏡で星を観測するのと同じ方法では、その存在を直接確認することはできません。では、今後どのような手法でボイドを探し出し、観測していけばよいのでしょうか。まずは宇宙全体の銀河の3次元マップを作ります。銀河の位置や距離を調べて一つ一つ正確に配置していけば、宇宙の3次元マップが出来上がりますよね。このマップを見ると宇宙の大規模構造が見えてくるはずです。銀河がたくさん集まっている場所とほとんど銀河がない空白の領域、つまりフィラメントの領域とボイドの領域がはっきりと区別できるようになります。これでボイドの位置は大まかにでもわかりそうですね。でも実際に宇宙全体の3次元マップを作り上げることは本当に可能なんでしょうか。こんなに壮大で果てしない宇宙ですから、マッピングしていくのは難しいと思いませんか？確かに簡単ではないかもしれません。でも、実はすでに宇宙の地図は作られているんです。ここで活躍しているのが、スローンデジタルスカイサーベイという探査プロジェクト。通称 SDSS です。アメリカのアパッチポイント天文台で行われているプロジェクトなんですよ。主な目的は広大な宇宙に存在する天体の位置や距離を高精度で測定して宇宙の構造や進化を理解することです。SDSS の代表的な成果は宇宙の3次元的な地図を作成したことです。SDSS のデータを利用することで銀河が密集しているフィラメント構造とほとんど銀河が存在しないボイドを明確に識別できるようになりました。さらに銀河の赤方変異を正確に測定することにより銀河の距離や空間的な位置が推定可能となります。赤方変異とは遠くの天体から来る光の波長が伸びて赤っぽく見える現象のことです。これは宇宙が膨張しているために起こります。光を出す天体が宇宙の膨張により私たちから遠ざかると、光の波長が引き伸ばされ赤っぽく見えるのです。この赤方変異を観測することで、銀河がどのくらい離れているかを推定することができるんですよ。このような情報をもとに、ボイドの位置や形状、そして大きさを詳細に特定することが可能となりました。SDSS のデータはボイド研究の基盤としてとっても重要な役割を担っているんです。さらにスーパーコンピューターを使って宇宙がどのように進化して現在の形になったかをシミュレーションで再現する方法もあります。シミュレーションでは銀河やダークマターの動きをそれぞれ計算することで、ボイドのような空白の領域がどのようにできていくのか予測することができます。実際に観測したデータとシミュレーションの結果を比べれば、ボイドがどのように作られ広がっているのかを理論的に確認することも可能になっちゃいます。また一風変わった方法として、宇宙マイクロ波背景放射とボイドの関係性からボイドを探す方法もあるんです。宇宙マイクロ波背景放射には宇宙全体の物質の分布の影響が
わずかに現れます。エリダヌス座にあると思われている巨大なボイドもこの方法で存在が浮き出てきましたよね。特に物質が少ないボイドの領域では温度が他の場所よりも少し低くなると予想されています。こうした温度の違いを調べることでボイドの存在を裏付けることができるかもしれません。これらの方法によって直接見ることはできなくてもボイドの存在を確認し、どんな特徴を持っているのか捉えることができます。将来的にはさらに高性能な観測機器や解析技術の進展により、ボイドの詳細な構造や進化の仕組みがもっと明らかになっていくでしょう。ただし、宇宙マイクロ波背景放射の温度の揺らぎだけで、ボイドの位置や詳細な構造を特定するのは難しいのが現状です。なので、SDSS のような探査プロジェクトなどの他の観測方法と組み合わせることで、より正確な解析が可能になると考えられています。そうやっていろんなアプローチを組み合わせると、最新の観測技術の凄まじさと宇宙の複雑な構造を解明するための観測の重要性を感じさせてくれますね。ボイドを見つけ出し、その内部構造を詳細に観測することは、宇宙の大規模構造を理解する上で非常に重要です。これまで目に見えなかった空白の中に潜む情報を解明することは、宇宙がどのように進化してきたのか、またその未来がどのような姿をとるのかを知るための大きな鍵となります。現代では最新の望遠鏡や検出器、そしてスーパーコンピューターを駆使したシミュレーション技術も発展しています。今後の研究により、ボイドのさらなる詳細が明らかになっていくのではないでしょうか。また、これらの新たな観測成果は宇宙の進化過程だけでなく、ダークエネルギーやダークマターの性質の解明にも役立ちます。これによって現代宇宙論の最も重要な謎に迫るための貴重な手がかりにもなってくれるはずです。このようにボイドの探査と観測は単に空白を見つけることにとどまりません。宇宙そのものの形成と進化、さらには宇宙の根本的な性質を解明するための人類の挑戦とも言えるのです。今後も様々な観測手法が組み合わされて技術革新が進む中で、私たちは宇宙の隠れた空白から多くの未知なる情報を引き出し、より深い理解に近づいていくことでしょう。ボイドは宇宙全体の多くのことに関わっていることがよくわかりますね。私たちが宇宙の成り立ちを解明するためにも、ボイドの存在はとても重要です。ボイドの研究の意義とは、単に空白を調べるだけではないんですよ。例えば、ボイドが宇宙全体の大規模構造にどのように関わっているのか、改めて考えてみましょう。宇宙はまるで泡のような構造をしており、銀河が密集したフィラメントとそれらに囲まれた広大な空間であるボイドから宇宙全体の骨組みを作っているんでしたよね。この泡状の大規模構造は単にそれぞれがとある場所に存在するだけではありません。フィラメントとボイドがお互いに影響し合いながら宇宙全体の骨組みを作り上げています。例えば、フィラメントは重力によって物質が集まる高密度の領域として発展する一方、ボイドは物質がほとんどない領域として広がりますよね。その結果、宇宙全体の構造が力強く変化していくのです。ボイドの成長や形状の変化は宇宙の膨張や物質分布の移り変わりを反映しています。初期宇宙におけるごくわずかな密度の揺らぎが時間の経過とともにフィラメントとボイドという形で拡大進化していき、今日見られている宇宙の大規模構造が出来上がったと考えられています。つまり
ボイドを詳しく調べることで、初期宇宙から現在に至るまでの宇宙の歴史、この大規模構造がどのようなプロセスを経て作られてきたのかをより正確に解明することができるのです。ボイド研究は宇宙の成り立ちそのものに迫る鍵ということですね。また、ボイドは宇宙の加速膨張を引き起こすとされる謎めいたダークエネルギーの性質を探るための貴重なヒントをくれる可能性があります。ボイドがどのように膨張しているのか、それを詳細に調べることでダークエネルギーの正体に迫る手がかりが得られるかもしれません。謎に包まれてばかりのダークエネルギーに迫れるって一体どういうことなのでしょう。ボイドの内部の環境では銀河やその他の物質が非常に希薄であるため、天体同士の重力の影響をほとんど受けません。そのため物質がまとまって大きな構造を作ることが難しく、重力によって強く引き寄せられることがほとんどないんです。つまり宇宙の中でも比較的自由な状態と見ることができます。一方、ダークエネルギーは宇宙全体にほぼ均等に広がっていると考えられており、その効果は物質の密度に依存せず、宇宙のどこでも一定に現れるのです。このため物質が豊富な領域、例えば銀河団やフィラメントでは重力の強い影響下でダークエネルギーの膨張する効果が部分的に打ち消されてしまいます。結果としてダークエネルギーの存在があまり目立たなくなってしまうのです。でも、ボイドのような物質が極めて少ない場所では重力の力が極端に弱いこともあり、ダークエネルギーの効果が比較的現れやすいのです。具体的には、ボイドを通過する光が受けるエネルギーの変化や温度の微妙な揺らぎを観測することで、ダークエネルギーが宇宙全体に与える影響を直接測定しようとする試みが進められています。このように、ボイド内部の極めて少ない環境は重力の影響が小さいという圧倒的な強みを持っています。ダークエネルギーの効果をより明確に浮かび上がらせることができるんです。宇宙の加速膨張に対するダークエネルギーの関わりを解明するためのとても重要な実験場となるんですよ。また、ボイドは重力理論を検証するのにぴったりな場所なんです。一般相対性理論がどのように働くのかを確認する理想的な実験場として活用できるんですよ。一般相対性理論とは、かの有名なアインシュタインが提唱した理論です。空間と時間が重力の影響を受けて曲がり、物体や光の運動が決まるという考え方です。銀河や星がたくさん集まっている密度の高い領域は、たくさんの重力源があるせいで、重力場がすごく複雑になっちゃいますよね。そうすると、一般相対性理論が予測している微妙な効果が他の強い影響に埋もれてしまいがち。つまり、理論が予測している効果を直接的に確認するのが難しくなっちゃいます。しかし、ボイドのように物質がほとんどなくて、重力の影響もめちゃくちゃ弱い場所なら、背景になる重力場がシンプルになります。一般相対性理論が示す空間の歪みや時間の進み方といった現象をより純粋な形で観測することが可能になると考えられているんですよ。ボイドのような環境下において、宇宙という巨大スケールで一般相対性理論がそのまま正確に機能しているかを確かめることは、理論に対する根本的な疑問を解決する上でとても重要なことです。それに、もしもボイド内での現象が一般相対性理論だけでは完全に説明できなかった場合、その結果は新たな理論の構築や修正を促すことにもなるんですよ。さらに、ボイドのような重力が弱い空間では相対性理論の効果がはっきりと現れるため、
従来の密度の高い環境では見逃されがちだった微妙な現象も観測できる可能性があります。これにより宇宙全体の物理法則に関する理解が一層深まり、将来的には新しい重力理論へと発展する可能性があります。ボイドは将来重要な実験的根拠を得られる宇宙の実験施設になるかもしれませんね。さらに宇宙論全体の基盤となる宇宙論パラメータの精密な測定にも非常に大きな役割を果たすと考えられています。宇宙論パラメータとは、宇宙がどれほどの速さで膨張しているのか、また宇宙にどれだけの物質やエネルギーが含まれているのかといった宇宙の基本的な特性を数値で表したものです。これらは宇宙の運命や進化を理解する上で欠かせないとっても大事な要素なんですよ。ボイドも宇宙の膨張により形状が変わっていきますよね。ボイドの統計的な性質、つまりそのサイズや形状、分布などを詳細に調べることで、これらのパラメータをより正確に測定できる可能性が広がるんです。例えば、ボイドの広がり方やフィラメントとの境界の性質を解析することで、宇宙全体の物質密度や膨張速度についての新たな知見を得られるかもしれません。このように空白を研究するというアプローチは、これまでの物質が豊富な領域だけに注目する方法とは一風変わって、宇宙全体をより広い視点で理解するための新たな切り口になるんです。この視点があるからこそ、私たちは宇宙の膨張やダークエネルギーの影響をより明確に捉えることができるかもしれないんです。ボイド研究は宇宙の成り立ちや進化、さらには根本的な物理法則に対する理解を深めるための挑戦なのです。今後も新しい観測技術や解析方法の進展に沿ってますます注目され、その重要性が増していくのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今回はボイドの正体についてお話ししてきました。宇宙空間の何もない領域とはいえ、実際にはわずかながらに銀河や物質が存在していたり、宇宙の大規模構造を作り上げていたり、空白からは想像できない姿が隠されていました。この空白には宇宙全体の謎や魅力が含まれていましたね。これからもこの宇宙のロマンを楽しみにしつつ、一緒に未来への旅を続けましょう。138億年前、宇宙はビッグバンという爆発的な膨張から始まった。その途方もないドラマの次のページをあなたは覗いてみたくありませんか？こんばんは、ゆめです。実は今、人類はその根源的な謎を解き明かす新しい目を手に入れました。2025年3月、NASA が打ち上げた最新鋭の宇宙望遠鏡、スフィア X またはスフィレックスです。全天の近赤外線スペクトルを観測するこの革命的な望遠鏡は、宇宙誕生の瞬間から現在に至るまでの歴史をかつてない精度で解き明かそうとしています。宇宙のインフレーション理論の検証から、生命の材料となる水はいつどこで生まれたのかまで、スフィア X が見つめる先には、私たちの存在そのものの起源が隠されているのかもしれません。今、人類の宇宙探査は新たな時代へと踏み出しました。ハッブル宇宙望遠鏡やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測でも、今までに驚きの新たな発見がありました。スフィア X は私たちにどんな知られざる宇宙の姿を見せてくれるのかを考えるとワクワクしますね。今回は宇
宙の始まりを解き明かすために飛び立った最新宇宙望遠鏡スフィア X についてお話しします。まずその前に最先端の望遠鏡が生まれるまで築いてきた技術や積み重ねてきた発見があります。歴代の宇宙望遠鏡たちが私たちに見せてくれた宇宙の顔を少し振り返ってみましょう。宇宙望遠鏡と聞いてまず思い浮かぶのは何と言ってもこのハッブル宇宙望遠鏡ですよね。宇宙の膨張を発見したエドウィン・ハッブルの名前を冠し、1990年に打ち上げられました。それからその後継機として2021年に打ち上げられたのがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡です。イカダの上に帆を上げたような独特のフォルムが特徴ですね。ハッブル宇宙望遠鏡は当初15年の運用期間を想定していましたが、それを大幅に超え、なんと2025年現在も現役で活躍しているんです。使えなくなっている機器もありますが、NASA の天体物理部門ディレクターは、一部の機器は2035年まで稼働できる可能性があると言っています。ハッブル宇宙望遠鏡の功績を挙げればキリがありませんが、謎の物質ダークマターが様々な銀河や銀河団を取り巻いていることを明らかにしたり、銀河の中心に巨大ブラックホールがあることを突き止めたりしています。シューメーカー・レビ第9彗星が夜行列車のように連なっている姿を鮮明に捉えたのもハッブル宇宙望遠鏡でした。これは世界中で大騒ぎとなってテレビのニュースでも盛んに放送されていましたね。彗星の破片が次々と木星に吸い込まれていく画像が木星の画像と重ねられたこの画像もとても印象的なものでした。その後継機となるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、通称 JWST も多くの結果を残しています。ジェームズ・ウェッブは NASA の第2代長官の名前です。JWST は130億年以上前の銀河や星々を観測し、初期宇宙の球状星団の誕生を明らかにしたり、太陽系外惑星の生命存在の可能性などを解明したりしようとしているんです。JWST の威力は何と言っても赤外線画像の高解像能力にあります。46億年前のある銀河団を捉えた画像をご覧ください。左がハッブル宇宙望遠鏡のもので、右が JWST のものです。鮮明さが格段に違いますよね。これが JWST の性能なんです。その JWST よりも新しいスフィア X は私たちにどんな謎の解明を見せてくれるのでしょうか。楽しみですね。では、気になる今回の主役の姿を見てみましょう。巨大なメガホンのような形をしていますね。このメガホンの役割は後でお話しします。もし日本で作られていたら、おちょこなんていうあだ名がついていたかもしれませんね。こちらは宇宙で稼働するスフィア X の想像図です。地球をバックにしている姿はかっこいいですよね。この画像では中の観測機器が見えるように描かれていて、メガホンが三重になっているのがわかります。実際にこの形で稼働するわけではないのでお間違いなく。ではまず、スフィア X のミッションの全体像を見てみましょう。ミッションの目的はスフィア X という名前に込められています。これは長い英語の頭文字を並べたものなんですが、その意味は宇宙の歴史と再電離の時代と氷の探査のための分光高度計となります。宇宙の歴史とは
このミッションの壮大さが感じられますね。これについての詳細は後ほどお話ししますね。さて、中型探査機ミッションを計画していた NASA は2017年、提案された3つのプロジェクト候補にそれぞれ200万ドルの計画推進費用を拠出します。決定前のプロジェクトに合計600万ドルも配るとは、さすがは NASA ですね。ちなみにミッション予算総額は打ち上げ費用も含めると5億ドルほど。現在の日本円にすると約700億円。でもジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の時と比べると十数分の1なんです。宇宙望遠鏡って莫大なお金がかかるんですね。提案されていた3つのプロジェクトは、近赤外線で太陽系外惑星の大気を調査するフィネスと、X 線で銀河や銀河団を調査するアーカス、そしてスフィア X でしたが、最終的に選ばれたのがスフィア X だったんです。その科学的な目標の範囲の広さや重要さ、独自性、実現可能性などが選ばれた理由だと考えられます。スフィア X の打ち上げは2025年3月11日、カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地で行われました。使用したロケットはスペース X 社のファルコン9ロケットです。ファルコン9は切り離されたブースターロケットが地上に戻ってきて着陸するという前代未聞の離れ技をやってのけて人々を驚かされたロケットですね。このロケットにはパンチという観測衛星も載せられていました。パンチは4つで1つの働きをするスーツケースサイズの衛星で、太陽のコロナがどのようにして太陽風になるのかを調査するものです。NASA の科学ミッション部門副管理者のニッキー・フォックス氏は、スフィア X とパンチの両方を一つのロケットで打ち上げることで、宇宙で素晴らしい科学研究を行う機会が2倍になります。遥か遠くの銀河から近隣の恒星まで宇宙を探索する両ミッションチームに祝意を表します。今後数年間でデータが返されるのを見るのが楽しみです。とコメントを寄せています。宇宙へ行く観測機にも相乗りがあるんですね。スフィア X は27ヶ月間の基本ミッション期間を予定しています。その内容は打ち上げから初期チェック、軌道調整までが1ヶ月、調査の運用が25ヶ月、運用終了、廃止のための活動が1ヶ月です。その間に地球を南北に周回する高度 700km の極軌道から全方向に広がる宇宙を撮影して、かつてなく精巧な宇宙の立体地図を作成するのです。そのデータから銀河などの分布を測定することで、名前にもあった宇宙の歴史、特に宇宙最大の謎とされる宇宙の始まりの解明に挑むんです。観測で得られた地図データは球体の画像として再現することもできるんですが、スフィア X の名前には球体を意味するスフィアがかけられているんですよ。おしゃれですよね。では、いよいよ観測調査の内容の詳細を見ていきましょう。スフィア X に課せられた最大の任務は、先ほどお話ししたように宇宙の歴史の解明です。中でも宇宙の始まりについての謎解きが期待されているんですよ。宇宙の始まりはビッグバンでしょと思われるかもしれませんが、実はビッグバンの前にそれを引き起こしたインフレーションと呼ばれる現象があるんです。これはまだ謎に満ちていて、スフィア X はその謎に迫ろうとしているんです。インフレーションというのは
極小だった宇宙が一瞬で加速度的にとてつもなく大きく膨れ上がった現象です。その急膨張は凄まじいもので、かかった時間は1秒の1兆分の1の1兆分の1の10億分の1ほど。例えると、その間に花粉粒子1個が一気に銀河系のサイズになるような勢いだったと言います。ちょっと想像もできませんよね。そしてその時放出した莫大な熱エネルギーがビッグバンを引き起こしたというのです。でもインフレーションの真の姿はまだ分かっていません。スフィア X が制作する高精度な 3D 全天マップによって宇宙の大規模構造や進化の過程を検証することができます。その研究を突き詰めれば、インフレーションからビッグバンに至る過程に何が発生していたのかを解き明かす鍵が見つかる可能性があるんです。スフィア X の意味には、宇宙の歴史の他に再電離の時代と氷の探査もありました。そちらは何なのか気になるところですよね。まず、再電離の時代のお話をしましょう。138億年前のビッグバン直後、水素やヘリウムといった元素が作られますが、その時期の宇宙は超高温だったために、元素の原子核と電子はバラバラの状態でした。この状態を電離と言います。その状態では光子が電子に邪魔されてなかなか進むことができなかったので、私たちはその時代の光を見ることができません。やがて宇宙の温度が下がって原子核と電子が結びつくと、光子が直進できるようになって宇宙の晴れ上がりを迎えることになります。これは宇宙誕生から38万年後のことでした。さらに2から3億年が経つと、水素ガスから最初の星が生まれて宇宙の夜明けが到来します。ところが、生まれた星々から放たれる紫外線などによって水素ガスが再び電離してしまうんです。この時期を再電離の時代と呼んでいます。ただ、この現象がいつから始まってどのように進んだのかは分かっていません。スフィア X はそれを突き止めようとしているんです。次は氷の探査です。私たちの生命の源は水です。その水や二酸化炭素などの分子が星間分子中の小さなチリ粒子に付着した凍った形で蓄えられていると考えられています。スフィア X は氷による赤外線の吸収の探査を行い、天の川銀河全体での分子の量と分布を明らかにして、天の川銀河の水の起源を解明することに挑もうとしているんです。なんと900万以上の視線における観測がなされるそうです。すごい数ですね。そしてその探査からは分子運や恒星、惑星系誕生の新たな理解を得ることができるのだといいます。スフィア X の名前に込められた謎の解明に期待が高まりますね。さて、これらの革新的な観測を行おうとしているスフィア X ですが、その機体の特徴やメカニズム、観測方法とはどのようなものなのでしょうか。スフィア X のプロフィールをちょっと覗いてみましょう。探査プロジェクトの壮大さから機体のサイズもさぞ巨大なものなのかと思いきや、高さ 2.6 メートル、太陽光パネルが 2.7 メートル、総重量は502キログラムで、なんと軽自動車と同じくらいしかありません。でも、このコンパクトな機体には最新の技術が詰め込まれているんです。
フォルムで特徴的なのは何といってもメガホンのような部分ですよね。大きさは高さ 1.7 メートル、直径 3.2 メートルです。これは何なのかというと、光子シールドなんです。先ほどの画像にもあったように3層構造になっています。遥か彼方からの光を精密に観測するためには、太陽や地球からのほんのわずかな光や熱がノイズとなってしまいます。望遠鏡や観測機器はマイナス210度以下に保たなければならず、そのために厳重なシールドが必要なんです。心臓部には20センチメートルの光視や望遠鏡が備えられていて、3つの鏡を使って遠方の天体からの赤外線を集めます。集められた光は6個の検出器に送られ、一気に 3.5 度×11 度の点域が画像化されます。11度は満月を20個並べたより大きいんです。各検出器は特殊なフィルタで覆われており、検出器の場所により異なる色の画像が得られます。そして機体を動かし、天体の位置を変えた複数回の露光を行うことにより、天体のスペクトルが得られるのです。従来にない102もの波長で赤外線画像が得られます。一体どんな画像なのか見るのが楽しみですね。観測の対象はなんと天の川銀河の1億の恒星と10億にも迫る銀河という膨大なものです。スフィア X の軌道は地球を縦に回る太陽同期軌道なので、地球が太陽を半周する、つまり半年で全方位を観測することができ、全天マップが完成します。スフィア X の観測データはすでに運用が始まっている欧州宇宙機関のユーグリッド宇宙望遠鏡と2027年に打ち上げが予定されている NASA のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡とも共有されるといいます。その連携によって銀河を取り囲むダークマターの分布を測定できることが期待されているんです。宇宙の大きな謎の一つであるダークマターの解明にもスフィア X の力が発揮されそうですね。スフィア X は1日に地球を約14週半周回して600回もの撮影を行いますが、運用全期間の周回数はなんと1万1000回以上にもなるんです。その間に先ほどお話ししたようにインフレーション、再電離、氷についての探査を行うんですが、実は他にも大きな計画があるんです。それは銀河の輝きの起源を探ることです。そしてそのために驚くような壮大な観測を行おうとしています。なんと数兆に及ぶ宇宙にあるすべての銀河が宇宙の歴史の中で発してきたすべての光の総和を測ろうというのです。そのような研究はこれまでにもあったんですが、今までの測定方法ではそれを行いたくても正確にはできませんでした。小さい銀河や遠すぎる銀河、銀河の合体によって押し出された星などが観測から漏れてしまう可能性があったんです。スフィア X なら宇宙のすべての銀河からの光の総和としてのより完全な画像を提供してくれるんです。スフィア X によって宇宙の謎がいくつも解明されそうで期待が膨らみますね。さて、ここまで最新鋭宇宙望遠鏡スフィア X の驚くべき計画と能力をお話ししてきましたが、ここに大きなニュースが飛び込んできました。まだ本格的な運用期間に入っていないはずのスフィア X からなんと初めての画像が送られてきたのです。ではどうぞご覧ください。
これは3月27日に撮影されたばかりの画像で、明るい点はそれぞれが星や銀河、6枚の各画像には10万を超える光源があるとされています。一部を拡大した緑の枠の中にもはっきりと無数の光源が映っていて、比較的近くの銀河は右下に大きく見えていますね。さらに拡大した青い枠の中には、はるか遠くの銀河からのかすかな光まで映し出されています。スフィア X が本格的に稼働を始めたら、このような画像が次々と送られてくることでしょう。とても楽しみですね。さて、今回は宇宙望遠鏡スフィア X についてのお話でしたが、いかがでしたか？スフィア X は時空の彼方に広がる壮大な謎に挑むために旅立ちました。宇宙誕生から一瞬の後に起きたインフレーションの未知なる世界の謎を解明し、星々の間に漂う凍った水などの分子を見つけ出し、生命の起源に迫ろうとしています。さらに、無数の銀河や未知の構造を明らかにして、宇宙の始まり、生命の可能性、そして果てしない銀河の物語を読み解くのです。スフィア X が映し出す宇宙は、私たちの想像を超える神秘に満ちているんです。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいので、ぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。